今回は日本史における極めて重要な、そして多くの議論を呼ぶテーマに深く切り込みます。それは、なぜ旧日本軍は大東亜戦争に突入したのかという問いです。この戦争は日本だけでなくアジア、そして世界の歴史に計り知れない影響を与えました。その複雑な背景と当時の日本の指導者たちがどのような思考の下で最終的な決断を下したのか、多角的に検証していきます。大東亜戦争への道。大東亜戦争、または太平洋戦争と呼ばれるこの戦いは、1941年12月8日の真珠湾攻撃によって始まりました。しかし、この突然の開戦は一夜にして決まったものではありません。そこには明治維新以来の日本の近代化の歩み、国際情勢の変化、そして日本が抱えていた構造的な問題が深く関わっています。私たちは単なる結果論ではなく、当時の日本が置かれていた状況、指導者たちの視点、そして彼らが直面した選択肢を丁寧に紐解いていくことで、この戦争への道を理解する手がかりを探ります。近代日本の発展と資源への渇望。明治維新を経て近代国家として急速な発展を遂げた日本は、日清・日露戦争を経て東アジアにおける主要な列強としての地位を確立しました。しかし、この発展の裏には深刻な資源不足という根本的な問題がありました。工業化を進める上で不可欠な石油、鉄鉱石、ゴムなどの戦略物資のほとんどを海外からの輸入に依存しており、特に石油は9割以上をアメリカから輸入していました。日本は第一次世界大戦後、国際連盟の常任理事国となり、ワシントン体制下で一定の国際協調路線を歩みましたが、1929年の世界恐慌は日本の経済に大きな打撃を与えます。輸出の激減は資源輸入の困難さを増幅させ、国内の不満を高めました。この経済的苦境が満州事変へとつながる一つの大きな要因となります。満州事変から日中戦争へ泥沼化する戦線。1931年、関東軍による柳条湖事件をきっかけに満州事変が勃発し、日本は満州国を建国します。これは日本の大陸進出の足がかりとなると同時に、国際社会からの孤立を深める転換点となりました。国際連盟からの非難を受け、日本は連盟を脱退。これによって日本は国際協調の枠組みから外れ、独自の道を歩むことになります。満州事変後も中国大陸における日本の権益拡大は止まらず、日中間の緊張は高まり続けました。そして1937年、盧溝橋事件を契機に日中戦争が全面化します。日本は当初、短期決戦で中国を屈服させられると考えていましたが、蒋介石率いる国民党政府の抵抗は予想以上に粘り強く、戦線は泥沼化していきます。広大な中国大陸での戦いは日本の国力を消耗させ、さらなる資源の必要性を浮き彫りにしました。国際的孤立と ABCD 包囲網。日中戦争の長期化は欧米列強との関係を決定的に悪化させました。アメリカ、イギリス、オランダ、中国による対日経済制裁。特に石油の禁輸は資源に乏しい日本にとって死活問題でした。日本はこの経済制裁を4カ国の頭文字から ABCD 包囲網と捉え、自国の生存を脅かすものだと認識しました。当時の日本政府、特に軍部はこの状況を打開するためには自力で資源を確保するしかないと考えるようになります。その矛先が石油やゴムなどの
豊富な資源を持つ東南アジア、すなわち南方資源地帯でした。しかしこの地域はアメリカ、イギリス、オランダといった欧米列強の植民地であり、ここへの進出はこれらの国々との直接対決を意味しました。日独伊、三国同盟と南方資源地帯への施行。国際的孤立が深まる中、日本は新たな活路を求めます。1940年、日本はドイツ、イタリアと日独伊、三国同盟を締結します。これはアメリカやイギリスに対抗するための枢軸国陣営への参加を意味し、国際社会における日本の孤立をさらに深める結果となりました。しかし当時の日本政府はこの同盟によってアメリカの参戦を牽制できると考えていました。同時に日本は南方資源地帯への進出を本格的に検討し始めます。特にフランスがドイツに降伏し、その植民地である仏印、フランス領インドシナが手薄になったことは日本にとって好機と移りました。1940年9月、日本は北部仏印に進駐し、翌1941年7月には南部仏印にも進駐します。これに対しアメリカは日本への石油輸出を全面禁止するという最も厳しい経済制裁を発動しました。大東亜共栄圏の構想とアジア開放の理念。国際的孤立が深まり、資源確保が喫緊の課題となる中で、日本は自らの行動を正当化する大義名分として大東亜共栄圏の構想を掲げました。これは欧米列強によるアジアの植民地支配からアジア諸国を解放し、日本を盟主とする共存共栄の秩序を築くというものでした。当時の日本の指導者たちは欧米列強による経済的軍事的圧力を打破し、自国の生存権を確保するためにはアジアにおける日本の指導的地位を確立することが不可欠であると考えていました。このアジア開放という理念は一部のアジア諸国で欧米からの独立を求める動きと共鳴し、歓迎された側面もありました。しかし一方で日本の占領政策がもたらした現実との乖離や新たな支配構造の形成として批判される側面も持ち合わせていました。それでも当時の日本政府はこの理念を掲げることで自らの行動を正当化し、国民の支持を得ようとしました。資源獲得という現実的な目的とアジア開放というイデオロギーが複雑に絡み合い、戦争への道を後押しすることになります。最終決断、開戦か屈服か。石油禁輸は日本の継戦能力を著しく低下させるものでした。当時の日本の石油備蓄は最大でも2年分程度と見積もられており、このままでは戦争を継続することも経済を維持することも不可能になると判断されました。日本政府と軍部はこの状況をこのまま座して死を待つか、それとも活路を求めて戦うかという究極の二者択一として捉えました。アメリカとの外交交渉も続けられましたが、アメリカは中国からの撤兵や三国同盟の破棄など日本にとって受け入れがたい条件を提示しました。特にハルノートと呼ばれるアメリカの最終提案は日本にとって事実上の最後通牒と受け止められました。当時の日本の指導者たちはアメリカとの国力差を認識しつつも、このままでは国家が滅びるとの危機感を募らせていました。彼らは短期決戦でアメリカに打撃を与え、有利な条件で講和に持ち込むという極めてリスクの高い戦略を選択します。そしてその第一歩としてハワイの真珠湾にあるアメリカ太平洋艦隊への奇襲攻撃が計画されたのです。真珠湾攻撃と開戦。
1941年12月8日、日本海軍は真珠湾を奇襲攻撃し、これによって大東亜、すなわち太平洋戦争が勃発しました。同時にマレー半島への上陸作戦も開始され、日本は東南アジア各地へとその戦線を拡大していきます。この開戦の決断は、当時の日本の指導者たちが自国の生存と安全保障を確保するためのやむを得ない選択であると信じていた結果でした。彼らは国際情勢の激変、資源の制約、そして欧米列強による圧力、さらにはアジア解放という複合的な要因の中で自国の進むべき道を模索し、最終的に戦争という手段を選んだのです。歴史の教訓。なぜ旧日本軍は大東亜戦争に突入したのかという問いに対する答えは決して単純なものではありません。そこには日本の近代化の過程で培われた国家目標、資源への渇望、国際社会からの孤立、そして指導者たちの危機感と戦略的判断、さらには大東亜共栄圏という理念が複雑に絡み合っていました。この戦争がもたらした悲劇とその後の日本の歩みを考えるとき、私たちは歴史から何を学ぶべきでしょうか。それは国際関係における対話の重要性、資源の安定供給の確保、そして何よりも平和的な手段による問題解決の追求の重要性ではないでしょうか。このチャンネルではこれからも歴史の複雑な側面を多角的に検証し、皆さんと共に学びを深めていきたいと考えています。今回の動画がこの困難な問いについて考える一助となれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が参考になったと思われたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。